おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、仮額の作り方を教えようと思います。結構皆さん額縁を作るのとか困るんじゃないかなと思います。で、仮額というのはアクリル板が入っていない状態の額縁のことで、一般的に公募展とかなどは仮額というもので出品することが多いかと思います。本額のアクリル板とかガラスが入ったものというのは結構高かったりしますが、私自身は仮額縁に関しては学生時代から自分で自作で作ってまいりました。で、この作り方はずっと学生たちにも教えて、学生たちも結構やってます。例えば作品の横に木をただつけるだけという状態のものありますよね。であれって案外ですね、サイズとか長さが違ったりとかして、ずれたりすることがあるんですね。で、私がやるやり方、教え方、皆さんに学生とかに教えている方法に関しては、基本的には算数ができれば失敗することはありません。算数ができれば。で、算数ができない学生さんも最近ちょっと増えてきているようで、卒業制作の展覧会の前日とかになってあたふたしているのを僕は遠くの方から眺めるということが毎年の慣例行事となっております。じゃあちょっとお教えしようと思います。で、私のやり方はですね、箱額と呼ばれる状態のものです。で、箱額というのは、箱の中に作品が入ったような感じに見える額縁のことでして、日頃の私の本額もそういった感じで、業者さんに作ってもらってます。で、私は基本的には本額の方も特注で作ってもらっていまして、自分でこの辺こうしてああしてということを言います。で、大体オーソドックスな形というのがベースがあって、それに若干もう少し、金を入れてくださいとか、まぶしの何かをしてくださいとかということを言うんですけども、ベースは大体同じです。で、それと似たような形状の仮額縁というのを作ります。で、私の基準としては30号以上は大体仮額縁をつけて個展とかの場合は出品いたします。で、なぜこの30号以上かというと、やはりちょっと売れにくいというのもあります。で、売れた際には業者さんに頼んで、そのサイズの本額アクリル板が入ったものとかを作ったりしますけども、とりあえず今日は仮額縁の作り方をお教えしようと思います。で、実際に見てもらった方がまず早いと思いますので、ちょっと大きな作品ですが、これですね、作品を今日お見せするんじゃないですけども、要はここ隙間あります。こちらで、ここの隙間があって箱になっているものに乗っかっているという状態のものです。で、これそんなに難しくありません、作り方で、とにかく算数だけ、しっかりやってください。で、作り方としましては、これだとスクエアの30号というサイズです。 91×91、 絵の幅は 91×91 なんですけども、で、例えばこの絵の幅に対してプラス5センチですね。両サイドでいうと10センチ、55で10センチ、で、上も上下も10センチ。要は101センチ、101センチの額縁を91センチ、91センチのものにつけるという状態でございます。で、裏面に関してはこんな感じです。わかりますか？本当にもうこれに直接うっつけてビスで木ネジでうっつけている状態なんですけども、こういう状態なんですね。で、この作り方はそんなに難しくありませんのでお教えしようと思います。で、まず、自分が作る額縁をつけるサイズに関しましては、まず91×91、この35につけようということをまず、しっかりと数字を出してください。で、自分で測ってもいいですし、インターネットとかで30号のスクエアやったら91センチ、90センチやなとかっていうのを測ってください。で、プラス5センチという状態の額縁ができればいいということをまず、分かってください。そしてその額縁、この赤いところがとしますと、それに5センチかける、例えば私の場合ならばプラス5センチ、絵の裏に来る部分を5センチという状態にして、絵から出ている部分を5センチという状態、絵の中にある部分を5センチという状態にして、要は10センチのこういう状態の句の形、句というか口というかですね、口ですねの形の状態のものを作るということをまず考えます。そして、こちらの方から先に行きますけども、その裏面、要はこの木を要は101センチ ×101 センチっていうのをベニヤから切り出すということはできないです。
ベニヤというのはサブロク板というのは 91×182 センチのが一般的な規格のサイズなんで、この101センチというのを切り出すことはできませんよね。例えばこれ、もう一回り25号とかぐらいだったら1枚のサブロク板からこういうふうに、切り出すことはできるんですけども、30号とかになると切り出すことができないので、私はこういうふうなこうですね、こうの形を作って、でここのところをこうくっつけます。先ほど見せた30号に関してはこうではないんですけども、このようにくっつけていきます。でここは例えば木工用ボンドであるとか何であるとかっていうことでくっつけていくんですけども、でこういう状態のものを切り出すとなると、サブロク板のベニヤちょっと小さくてすみません、例えばこういう状態とおそらくどうなのかな、なんかこんな感じで、算数をしながら切り出したりしてます。こんな感じだと思いますっていう感じで切り出して、作っていきます。でもっともっと大きいサイズになると、小さくてすみません、こういう、LLLL を切り出します。 LLLL ですねっていう感じで切り出して、ここのところを木工用ボンドかなんかでくっつけたりとかして、でもこれ木工用ボンドだけでくっつけるのはちょっと怖いぞとか弱いぞという場合というか、その後この要は箱状の立っているところですね、立っているところというのを作っていきます。ここで、立っているところというのは、例えばこれやったらばちょっと段差がありますよね。カクカクカクってなってますよね。でこれだいたい5センチなんですね。ここの幅5センチでプラスここに、要は高さが A よりも、これよくあるんですね、学生A より低い額作るっていう、もう本当にもうコントのように絵が飛び出てるという、やつを作る学生、本当にもう毎年だいたい7、8人30人ゼミ生がいて、卒業制作10人やって、だいたい1人出るか出ないか、日頃の展覧会やと今回も多分出ると思いますよ、絶対出ると思うんですけど、必ず絵より高いものを用意します。でこれガクガクとなっているっていうのは、この太い木と薄い木をくっつけているだけです。くっつけているだけ。要はこの木とこの木をくっつけて、木工用ボンドでくっつけて、それをここ斜めに45度に切っているんです。わかりますかねわかりますかねっていうだけです。ただここのへこんでいるものがない、額縁をちょっと見えにくいかもしれませんけど、へこんでいるのがあった方がなんか雰囲気が出るというか、それでつけているんですが、要はこの厚みとこの薄い厚みのものをくっつけて、でそれをこう斜めに切っていっているというだけです。だからこの場合というのは101センチの長さのものを4本作っておいて、でそれをこう斜めにこれはなかなかあれですけど、こう高い方じゃない方に切るっていう斜めの方を逆にする子もたまに出てきます。遠くの方からクスクス笑ってあげるだけです。何も手助けはしませんが、という状態のものを作って、要はここのところにくっつけていって、でじゃあ、これにこういう状態のものですねをくっつけていって、木工用ボンドか何かで、私はだいたいガンタッカーでガンガンと仮止めした後に木ネジというのでくっつけていったりします。木工用ボンドをつけてガンタッカーでつけて、仮止めして、その後木ネジというのをつけていきます。でこういう状態にする。で、でっかい作品になるとこっち側からちょっと長い目の木ネジを側面からグッと打ち込むこともあります。という感じでこれをくっつけていって、この下の木とくっつくという状態にしていきます。もう一度裏面をお見せします。表面はさっきこう見せますね。でこういう状態です。でこれはちょっと L 字に作っているわけではないです。これは卒業生の Y 君が作ってくれて、あまり上手じゃないですね。はいこういう状態ですね。でこう木ネジで作品ともくっつけていっているということでございます。で私自身はだいたいこういったものは、アクリルのジェッソで、これはただ黒だけです。黒だけを塗ってあります。その後にまた色とかもつけやすいように、ジェッソだけを使用しております。わかりました？大丈夫ですかね？こういった感じで作っていきます。
じゃあ今度ちょっと今度は100号の作品をこの箱額を作った上にくっつけていくという作業を皆さんにお見せしようと思います。で、これが100号のスクエアの仮額です。もう色も塗ってあります。で、同じサイズのものだったらば何度も使えますので、これは過去に作品が今ちょっと取り外しましたけども、2007年の作品が入っておりました。今から4年前のですね。で、これも先ほどお見せしたような感じで、厚いものと薄いものをくっつけて斜めにカットしたものをこのラワンのベニヤでいいと思います。ラワンのベニヤのこういう、口型の状態のもの、これはだいたいこれちょっと大きいサイズになってくると、例えばこれ15センチぐらいの幅にしてあります。でこういったものに、作品を載せて、いきます。じゃあ載せましょう。はい、じゃあ行こうと思います。じゃあよし次はビスをつけていこうと思います。で、ガンタッカーで、裏面から仮止めですね、これね。ガンタッカーを打つ際は極力手袋しましょう。私みたいな人間でもここの皮がめくれることありますので。で、大体、4箇所ぐらいでいいと思います。4箇所、1箇所に、2個ぐらいですね。で、これを立てて、裏面から木ネジを打ち込みます。まあ、一人でおじさんいけるんでね。はい。はい、いいよ、いいよ、手離して。で、裏面にしまして、こういうところに木ネジを打っていきます。これは誰でもできるかと思います。で、一応額縁と作品がくっつきましたので、表に大丈夫に、してみようと思います。9月の中旬でございますが、非常におじさん汗だくになりましたという感じで額縁に入りました。以上です。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。